にちは、先輩ジャパニーズカフェへようこそ、猫です。こんにちは、ひよこです。今日もよろしくお願いします。今日はね、郵便局の使い方を丸ごと話していくよ。助かります。実は私、ずっと苦手で。窓口でちょっと緊張しちゃうよね。そうなんです。何を言えばいいかわからないんです。前回は歯医者で痛みや症状の伝え方をやったよね。はい。ズキズキとか、しみるとか、喉元すぎれば暑さを忘れるで締めたやつ。もう定期検診の予約入れちゃいました。えらい。じゃあ今日も気楽に行こう。郵便局ってさ、日本の生活だと絶対に避けて通れないんだよね。わかります。荷物も書類も全部そこ経由ですよね。そうそう。しかも銀行っぽい仕事もしてるからね。貯金とか振り込みですか？だから一つの窓口でできることがすごく多いの。でも、その多さが逆に難しいんです。わかる。窓口で何を頼めばいいか迷うよね。この前なんて、封筒を出しただけで固まっちゃいました。でも大丈夫。順番に整理すれば怖くないよ。お願いします。今日でちょっと自信つけたいです。まずは荷物を送るところから始めようか。はい、実はそこが一番よく使うので、だよね、送り方にもいくつか種類があるんだ。種類、ちょっとドキドキします。荷物を送る方法はね、大きく分けると3つくらいで考えるといいよ。3つ。どんな感じですか？普通の郵便、それから専用の封筒、あと箱で送るやつ。なるほど。専用の封筒って形が決まってるやつですか？そう、レターパックとかスマートレターってやつね。へー、名前は聞いたことあります。封筒に入れて、値段が最初から決まってるのが便利なの。そうなんだ。重さで測らなくていいってことですか？その通り。だから料金で迷わないんだよね。それすごくありがたいです。で、大きい荷物や重い荷物は U パックにするといいよ。はい。U パックは箱のやつですよね。サイズと送り先で料金が決まるの。サイズってどうやって測るんですか？縦と横と高さを足した合計の長さで見るんだよ。マジですか？へー、3辺の合計なんですね。そう。だから箱がパンパンだと、一つ上のサイズになったりする。じゃあ箱選びも大事なんだ。大事大事。あと窓口で箱も買えるからね。そっか。その場で買えるんですか？買える買える。だから手ぶらで行ってもなんとかなる。うんうん。送料の払い方にも2通りあるって知ってた？自分が払うだけじゃないんですか？うん。自分が先に払うのが元払い。じゃあもう一つは、受け取る人に払ってもらうのが着払い。なるほど。荷物が着いた時に払うんですね。そうそう。そういうこと。フリマの発送とかでよく使うよ。あれ、着払いだったんだ。だよね。窓口では、元払いですか？着払いですか？って聞かれるよ。その言葉を知ってるだけで、だいぶ楽ですね。でしょ？荷物を送ると追跡番号ってのがもらえるんだ。追跡番号、長い数字のやつですか？そうそう。お問い合わせ番号とも言うね。あれ、何に使うんですか？今どこにあるか、ネットで調べられるんだ。途中経過が見えるんですか？見える見える。到着しましたとか、配達中ですとか。それ、待ってる側からしたら安心ですね。そうそう。だから控えは、届くまで捨てない方がいいよ。はい、レシートみたいなやつですよね。そう、番号がそこに書いてあるから。次はね、大事なものを送るときの話。なるほど。大事なものというと、契約書とか、絶対になくしたくない書類ってあるでしょ？あります。落ちたら困るやつ。そういう時は書き留めにするといいよ。そうなんだ。書き留め。何が違うんですか？誰が受け取ったか記録が残るの。手渡しで確認されるんですね。そう。だから普通の郵便より
ずっと安心なの。はい。その分、料金は高いんですか？少しね、でも大事なものなら、その価値はあるよ。うん。備えあれば、みたいな感じですね。まさに、現金を送れる書き留めもあるからね。マジですか？現金って送れるんですか？専用の封筒でね、現金書き留めって言うんだ。知らなかった。勉強になります。今度は受け取る側の話をしようか。そっか。それ一番知りたいです。留守の時に荷物が来ると、紙が入ってるでしょ？はい、ポストに。なんて言うんですか？不在票って言うんだよ。不在の不在。なるほど。不在票。あれ見ると、ちょっと焦ります。わかる。でもね、その紙が全部教えてくれるの。へえ、全部というと、いつ来たか、何の荷物か、どう受け取るか、全部書いてある。そうなんだ。じゃあ、慌てなくていいんですね。そう。で、もう一回届けてもらうのが再配達。再配達って、電話でお願いするんですか？電話でもいいし、今はネットやアプリでもできるよ。はい。アプリ楽そう。24時間できますか？大体ね。ただ当日分は締め切りがあるから注意。なるほど。早めに頼んだ方がいいんだ。あとね、家で受け取りにくい人に便利な方法があるの。マジですか？受け取りにくいというと？昼間ずっと留守とか、ポストが小さいとか。私まさにそれです。そういう時は、局止めっていうのが使えるよ。そっか。局止め。郵便局で受け取るってことですか？そういうこと。自分の都合で取りに行けるの。それいいですね。再配達を待たなくていい。宛先に受け取りたい局の名前を書いておくんだ。なるほど。お手先の書き方、ちょっとコツがいりそ局の名前の後に局止めって足すだけだよ。う。意外と簡単。受け取るときは身分証を持って行ってね。そうなんだ。材料カードとかですね。そう。本人確認ができれば渡してもらえるよ。引っ越ししたときにね、絶対やってほしい手続きがあるの。引っ越しの時、何ですか？だよね。返却届っていうのを出すと、郵便を新しい住所に送ってくれるの。前の家に来た手紙が追いかけてくるんですか？でしょ？そうなの。これを転送って言うんだ。それめちゃくちゃ助かるやつじゃないですか。そう。でしょ？住所変更のお知らせを忘れても、しばらくは届く。しばらくってどのくらいですか1年くらいって言われてる。まあ期限はあるから確認してね。？1年もあれば十分ですね。手続きは窓口でもできるし、ネットでもできるよ。無料ですか？それとも。基本無料。だから引っ越したら、まず出すといいよ。はい。忘れないようにメモしておきます。そうそう。そういえば、封筒の書き方って自信ある？実はあんまり。どっちがどっちか。だよね。受け取る人が宛先、送る人が差出人ね。サチドゥレン。それ、自分のことですね。でしょ？そう。自分の住所と名前を裏に小さめに書くの。お手先は表に大きくですか？そう。その通り。郵便番号も忘れずにね。郵便番号、7桁の。そう。あれがあると、仕分けがすごく早くなるの。じゃあ、書いておいた方が早く届く。そういうこと。ひと手間がちゃんと効くんだよ。あと、手紙やハガキを出すなら切手がいるよね。はい。切手って値段いろいろありますよね。重さや大きさで必要な額が変わるの。足りないとどうなるんですか？戻ってきちゃったり、相手が払うことになったり。マジですか？それは気まずい。だから不安なら窓口で測ってもらうのが確実だよ。全部お任せできるの安心ですね。季節物だと年賀状なんかも郵便局の仕事だしね。そっか。お正月のあれ、私も出してみたいです。いいね。元日に届くように早めに出すのがコツだよ。
海外に送りたい時も郵便局でできるよ。国際便もですか？国に送れたら嬉しい。うんうん。できるできる。早いのだと EMS ってサービスがあるの。EMS。追跡もできますか？うん。できるよ。ただ、送れないもののルールがあるから注意ね。食べ物とか電池とかですか？そうそう。そうそう。国によっても違うから窓口で聞くのが早い。伝票の書き方とか難しそう。だよね。中身と値段を書くんだけど、係の人が助けてくれるよ。じゃあ一人で抱え込まなくていいんだ。そうそう。わからなければ聞けばいいの。さっき言った銀行っぽい仕事も少し話しておくね。なるほど。お願いします。振り込みとかですよね。うん。口座を作ったり、振り込みをしたり、ATM もあるの。へえ、コンビニの ATM とは違うんですか？手数料とか使える時間が少し違ったりするよ。そうなんだ。そこは調べてから使った方がいいですね。そうだね。でも全国どこでも使えるのは強い。確かに田舎に行っても大抵ありますもんね。でしょ？だから一つ口座があると結構便利なんだ。はい。じゃあ窓口で使える言い方を少し練習しよっか。はい。それが一番欲しかったです。でしょ？まずこれ送りたいんですけどって言えば通じるよ。これ送りたいんですけど、シンプルでいい。そう。早い方がいいなら早いのでって足すの。遅くても安いのがいいときは、一番安いのでって言えば選んでくれるよ。なるほど。丸投げでも大丈夫なんだ。大丈夫。あとは、いつ届きますかって聞くと安心だよ。いつ届きますか？それ絶対使います。そうそう。困ったらこれで大丈夫ですかって確認すればいいの。その一言、便利すぎます。だよね。さっき出たレターパック、あれも少し詳しく話すね。お願いします。種類があるって聞きました。でしょ？薄いのと厚みが入るの2つあるの。薄い方はポストに入れられますか？そう。入れられるよ。だから窓口に並ばなくていい。それは気楽。厚い方は違うんですか？厚い方は対面で渡してハンコかサインをもらう。その分ちょっと安心ですね。そうそう。どっちも追跡番号がつくのが嬉しいとこ。値段が最初から決まってるやつ、やっぱり便利。そうそう。急いでるときはね、速達っていう選び方もあるよ。速達。普通より早く着くんですか？だよね。追加のお金はいるけど、その分早いの。どのくらい違うんですか？でしょ？距離にもよるけど、1日くらい縮まることが多いかな。じゃあ締め切りが近い書類の時にいい？そう。まさに。逆に急がないなら普通で十分だよ。そこは中身と相談ですね。そうだね。何日で着くか不安なら窓口で聞けばいいよ。いつ届きますか？って聞けばいいんですね。普段の手紙は赤いポストに入れるだけでいいの。あの町にある赤いやつですね。そう。ただ、いつでもすぐ運ばれるわけじゃないんだ。そうなんですか？回収する時間が決まってるの。集荷時刻って書いてある。ポストに小さく書いてあるやつだ。だよね。そう。それを過ぎると、次の回収は翌日になったりする。急ぎの時は時間を見た方がいいんだ。でしょ？そうそう。あと、大きい荷物はポストに無理に入れないでね。詰まったら大変ですもんね。そういうのは窓口に持っていくのが正解だよ。受け取りをもっと楽にする方法もいくつかあるの。楽になるならぜひ知りたいです。まず送るときに届く日と時間を指定できるの。マジですか？相手の都合に合わせられるんですか？できるよ。だから留守がちな人にはすごくいいの。私も自分に送るとき指定しておう。あと、コンビニで受け取れる荷物もあるんだよ。そっか、コンビニ24時間だから助かる。そうなの。自分のペースで取りに行けるのが強みだね。
受け取り方ってこんなに選べるんだ。でしょ？自分に合うやり方を一つ持っておくと楽だよ。なるほど。壊れやすいものを送るときは一言添えるといいよ。人ととってなんて言えばいいんですか？そう。壊れ物なのでお願いしますって伝えるの。そうすると何か変わるんですか？壊れ物のシールを貼って丁寧に運んでくれるよ。へえ、シールがあるんだ。あとは中で動かないように隙間を埋めるといいよ。新聞紙とかプチプチなやつですね。そう。ひと手間で壊れる心配がぐっと減るの。大事なものほど包み方が大事なんだ。だよね。あとね、平日は忙しくて行けないって人も多いよね。私もです。仕事帰りは閉まってるし。でしょ？そういう時は大きい局の時間外窓口が便利だよ。時間外って夜でも空いてるんですか？そう。局によるけど、土日や夜もやってるところがあるの。それなら私でも通えそう。近くの大きい局を一度調べておくといいよ。はい、いざという時に助かりますね。不在票が来たら早めに動いた方がいいよ。急がないとどうなるんですか？そう。荷物預かってくれる期間が決まってるの。ずっと置いといてくれるわけじゃないんだ。だよね。だいたい1週間くらいでね、過ぎると戻っちゃうの。送り主のところにですか？でしょ？そう。だからもう一回送ってもらう手間になる。それはもったいない。忘れないようにします。そう。不在票をもらったらすぐスマホで手続き。これが一番。その場でやれば忘れないですもんね。ところでさ、手紙が来ないと不安になったりしない？なります。何かあったのかなと不安になります。でもね、頼りのないのは良い頼りって言葉があるんだ。頼りのないのは良い頼り。どういう意味ですか？そう。連絡がないってことは元気に暮らしてるってこと。あ、悪い知らせがないからって考えるんだ。だよね。そう。心配しすぎなくていいよっていう優しい言葉。郵便の話なのになんか心が温まりました。でしょ？じゃあ今日の一番のフレーズを整理してみようか。頼りのないのは良い頼り。頼りのないのは良い頼り。連絡がなくても悪いことがないならそれで安心。遠くの家族を思うときにぴったりですね。そうなの。もう一回ゆっくり言うね。頼りのないのは良い頼り。はい、覚えました。友達がしばらく連絡くれない時にも使えるよ。頼りのないってことは元気なんだって思えばいいんだ。その考え方があると気持ちが楽になるでしょ？なります。素敵な言葉を教わりました。じゃあ最後に軽くクイズしよっか。はい、ドキドキ。留守で荷物が受け取れなかった時、ポストに入る紙は何でしょ考えます。う？ヒント。不在のなんとか。3、2、1。不在票。正解。バッチリだね。やったー。今日のでだいぶ自信つきました。今日は郵便局をまるっと一周してみたね。送る、受け取る、住所変更まで盛りだくさんでした。全部を覚えなくていいの。困った時に思い出せればいい。はい。まずは、これ送りたいんですけど、から、その一歩が大事。みんなもぜひ使ってみてね。気に入ったらチャンネル登録もお願いします。それじゃあまた次回。頼りを待ってるよ。